안녕하세요、心です。今回は7月に渡韓した時の Vlog です。めちゃくちゃ梅雨の時期にというか梅雨が始まりそうな時期に渡韓したんですけど、見事に私が韓国を梅雨入りさせまして超大雨の中旅行してきました。で、今回は1週間以上韓国にいたので Vlog がめちゃめちゃ長くなってしまって、久しぶりに前半と後半で分けてお届けしようかなと思います。いつも通り空港に向かってるんですけど、なんと今年からチェジュ航空が就航するみたいで、私は新規路線セールでチケットを取りました。ちなみに来月8月からはジンエアーも就航するそうです。関空まで2時間ぐらいかけて行ってたのでほんまにありがたいです。大韓だとやっぱりちょっと高かったので LCC が飛ぶようになってくれて、めちゃめちゃソウルに行きやすくなりました。兵庫に住んでる方はこれを機にぜひ韓国に行ってみてほしいです。そして韓国からの旅行客も神戸に来てくださってるみたいで、三宮とか歩いてても韓国語がいっぱい聞こえるようになりました。地元が神戸なのでとっても嬉しくて、もっともっと遊びに来てほしいなと思います。神戸空港はもともと国内線のみだったので、本当に高速バス乗り場かなってぐらいの小ささの第2ターミナルができて、チェックインカウンターも2社か3社ぐらいしかなくって、全部がスイスイで終わるので、私1時間半前に着いたんですけど、それでも時間がめちゃめちゃ余りました。チャーター便なので定期運行に変わってくれると嬉しいなと思います。ちなみに神戸から飛ぶと景色もめっちゃ綺麗です。右側の座席を選んでたので、明石海峡大橋が上から見られました。私は景色を見るのが大好きなので、どんだけ後ろの席になろうが窓際を選びます。景色を堪能しながら動画の編集をしてたらすぐに韓国に着きました。飛行機が4時発の便だったんですけど、結局出発が1時間ぐらい遅れてしまって、ソウルに着いたのも7時ぐらいだったかな。かなり予定より遅れてしまったので、そのまま一般列車でホテルに直行して、この日は荷ほどきをしてお休みしました。今回はナンデムンの向かい側にあるドリームハウスっていうゲストハウスに泊まったんですけど、建物自体は結構レトロな感じだったんですけど、多分ご夫婦かなで経営されてて、お掃除も毎日すっごい一生懸命されてたので、めちゃめちゃ快適に過ごすことができました。ドミトリーだったので、同じタイミングで泊まる人の運にもよるんですけど、旅慣れてる方はぜひ泊まってみてください。2日目からはなんと姉の会社の社員旅行に飛び入り参加させてもらいました。参加といっても一緒にご飯をちょくちょく食べさせてもらっただけなんですけど、とても楽しかったのでその様子もお届けします。私は電車を使いまくるタイプなので、気候動向カードを今回も買ったんですけど、なんかちょっと前に気候動向カードが使えなくなるって話題になってたじゃないですか。あれどういうことかなと思って調べてみたら、使う日数を選べるんですけど、それの30日の分だけが使えなくなるみたいです。なので観光客とかにはあんまり関係ないみたいで、新しく作られた気候動向カードプラスっていうのも韓国に住んでる方向けのカードで、外国人は作れないようになってるみたいなので、そんなに私たちには関係ありませんでした。なので安心して気候動向カードはこのまま使えます。午前中はお仕事の撮影があったので、それに行ってからカンナムの方でお買い物しました。カンナムにあるダイソーが2階建てで結構品揃えが良かったので、美容ついでにお土産探すのがいいかなと思います。そしていつも行ってるネイルモールなんですけど、もう地図にも反映されたと思うんですけど、カンナムにあったのがシンノンヒョンに移転したので、間違えないように気をつけてください。ネイリストさんがいっぱいお買い物に来てるんですけど、セルフネイルの方とかネイルショップに持ち込みでお願いしてる方とかにもおすすめのショップです。パーツが50円から買えるのと、1500円以上買うと免税になるので、私はいつもめっちゃ爆買いしてます。
朝から何も食べてなくてお腹が空いてきたので、メガコーヒーの新作のクレープを食べてきました。これ発売されてあんまり時間が経ってなかったので、店員さんもまだ作り慣れてなかったみたいで、わざわざ私が食べてるテーブルまで来て翻訳機でうまく作れなくてごめんなさいっていう風に見せてくれて、めっちゃびっくりしました。こちらこそ忙しい時間帯にこんな新メニューのちょっとめんどくさそうなものを頼んでしまって申し訳ないなっていう気持ちになりました。クレープなんですけど4400ウォンで、この大きさと中もそこまでびっしり具が詰まっててめっちゃ美味しかったです。アイスもヨーグルトアイスなのでさっぱりしてて結構重量はあったんですけど、ペロリと食べられちゃいました。フードメニューがどんどん新作が出て、デザートからご飯系まで食べられるようになってるので、ぜひ皆さんも行ってみてください。ただ店員さんはちょっとかわいそうです。その後は約束の時間までめっちゃ時間が余ってしまったので、一旦ソウルの森に行きました。関屋に寄っただけなんですけど、外のポスターが変わってたり、中にドヨンさんのブースができてたりと、見るだけでも楽しかったです。ちょうどアンコンの時にカメラをなくしてしまって MD が買えなかったので、欲しかったものを買いました。夜ご飯は暗黙で待ち合わせしてたんですけど、まだまだ時間がありそうだったのでカフェに入って作業することにしました。せっかくなので暗黙のハノクカフェに行きたくって調べてたら、めっちゃいいところ見つけました。駅からも近くってアーティストベーカリーとかがある道を少し入ったところにあります。天井が吹き抜けみたいな感じになってて、光が入ってきてすごい綺麗でした。内装も若干ハノクスタイルになってて、靴を脱いで上がる席とかもあったりしたんですけど、まあ私は作業をしに来たのでテーブル席に座って1時間ほど時間を潰しました。オレンジビアンコっていうコーヒーを頼んだんですけど、そこにグレープフルーツみたいなのが入ってて、これめっちゃ美味しかったです。コーヒーの苦味もあんまり強くなくって、飲んだことのないおしゃれな味がしました。そしてお待ちかねの夜ご飯は、多分2年前に母と行ったことのあるオン 6.5 に来ました。キムチのアレンジ料理が楽しめるキムチダイニングのお店なんですけど、今回は誕生日の人が2人いたのでここを予約して行きました。お酒の種類もたくさんあって、これはオン 6.5 さんのオリジナルのお酒らしいです。ヤクチュって言うんですけど、最初に少しだけ飲んで味を楽しんでから自分たちで好きな香りを2種類選んでアロマを途中で足してもらいました。度数もそんなに高くなかったのですごく飲みやすかったです。これはここのシグニチャーメニューのキムチティギムです。上にトンチミのサワークリームを乗せてくださるんですけど、これがもうめっちゃ美味しいのでぜひ頼んでください。このトッポッキもキムチが入ってて、旨味がね普通のトッポッキよりめちゃめちゃ増してて最高に美味しいです。このウニクリームパスタもめっちゃ美味しかったです。贅沢にウニをすりつぶして混ぜてくださいました。前回来た時も食べたカルビッチンも注文したんですけど、ちょっと見た目が変わってました。これは絶対に注文してください。人数が多かったのでいろんな料理が食べられて大満足でした。3日目は姉と合流してソンスの方で1日遊びました。この日土曜日だったんですけど、もう人がめっちゃ多くて、アパレルとかに入るのにも列に並ばないといけないような感じでした。そして私が前々から気になってた初ベーカリーの様子をちょっと見に行きたくて覗いてみたんですけど、もうすごかったです。多分2時間は待つんちゃうかなってぐらい並んでました。休憩しにカフェに向かってたんですけど、他にも人だかりのできてる店があって、何かなって見てみたらアイムドーナツでした。なんか本店店は並ばないって聞いたんですけど、ソンスはすごい人でした。私まだ東京で行ったことがなくて、韓国限定のメニューがあるみたいなのでソウルで行ってみようかなと思います。
休憩しにカフェにやってきたんですけど、適当にネイバーで可愛いケーキが食べられる店を探してて、たまたま近くにあったここにしたんですけど、このオレンジピールとアールグレイのケーキが美味しすぎて、すぐにインスタのストーリーに載せました。適当に入ったカフェなんであんまり期待してなかったんですけど、予想外すぎてびっくりしました。ベビータッピからの口パッチからのボブサップはい、止まった。はい、止まった。嘘。何？抹茶？飲ましてあげたいけど飲まれへん。飲める。めっちゃ濃い。ほんまに？ちょっといる？めっちゃ濃いくない？濃いね。ドリンクも超美味しかったので、今度からソンスにいて疲れた時はこのカフェに行こうと思います。席数がちょっと少なくて、最初テラス席にしてたんですけど、空いたからって言って中に呼んでもらって、中で無事にケーキを食べることができました。下はあっさり。これ絶対ママ好きな。美味しかった。オレンジとアールグレイ。めっちゃ濃い出た。何これ？めっちゃ美味しい。次からソンスで疲れたらここ。Google マップ出てけへんけど。マジ？レーダー出てこんかった。韓国語で検索してもね。僕はお姉ちゃんさっき間違えて韓国語やったら喋れますって言いなかったのに。お姉さん笑ってもうてた。この日もみんなで夜ご飯を食べる予定だったので、念願のジョンノサムガに来ました。最高なこの時間をにめっちゃこぼれてる。うわ、めっちゃこぼれてる。この石で焼いてるサムギョプサルがめっちゃ美味しそうに見えたので、ちょっと待ってから入りました。ジョンノサムガはこうやってテラス席でご飯を食べるのがこの時期の楽しみ方で、私はずっと一人旅をしてたので一緒に行ってもらえる人がいなくて、今回ちょうどお姉ちゃんたちがいたので付き合ってもらいました。サムギョプサル屋さんが多いんですけど、ここのお店めっちゃ美味しかったのでおすすめです。やばない？やばない？やっぱり美味しいですよ。やばいなこれ。でもこれまだ飲みやすい。めっちゃドリンクでこれ1本毎回飲ませられる。380円。お肉を食べた後にポックンパを頼んだんですけど、これもめっちゃ美味しかったので、ぜひチーズ入りで頼んでみてください。知り合いの方とかも合流して念願の外飲みができたのでめっちゃ楽しかったです。4日目は前日が夜遅かったので少し遅めのスタートになりました。オープン時間に合わせて行ったんですけど、プサンの Vlog にも登場したでかい男が行きたがってたソンジョンポッサムっていうポッサムのお店に行きました。最近このトントロのポッサムが日本人の間でも話題になってると思うんですけど、ここのお店はランチだと定食で食べられました。あともう一つ私ずっと気になってたものがあって、韓国って白子の辛い炒め物みたいなのがあるんですよ。ここにもそのメニューがあったんですけど、食べきれそうになかったので白子の入ったカルグクスを頼みました。サービスで揚げマンドゥをいただいたんですけど、これがめっちゃ美味しくて、私生地が固めのマンドゥはそんなに好きじゃないんですよ。けどここのは外はカリッとしてるんですけど、生地自体はもっちもちですっごいジューシーで、ついてきたタレもピリ辛でめっちゃ美味しかったです。ポッサムもトントロなのですごいしっとりしててもっちもちでした。白子のカルグクスはちょっと思ってた感じと違いました。火が通った白子はまだ食べたことがなかったので、生の白子を想像してるとちょっと違うかなとは思います。ただ味付けはめっちゃ美味しかったです。次は炒め物の方を食べてみようかなと思います。カ
カフェに向かってたんですけど、前日に外でご飯を食べていたジョンノサムガがお昼に通ったらめっちゃ静かでびっくりしました。本当に夜だけしか営業してないみたいで、すごい売り上げなんだろうなっていう感じがしました。そして私が YouTube とかインスタを始める前に一度マポの方で行ったことのあるカフェハイウエストに来ました。ここは暗黒の店舗でまだ行ったことがなかったので、誕生日ケーキをサプライズで予約して行きました。天井がガラス張りで光が入ってきてて、ショーケースも超可愛かったです。予約してて。あ、そうなん。ありがとうございます。いっせーと思って。残酷。いただきます。その後はお姉ちゃんたちがこの日の夜の便で帰る予定だったので、一旦解散して私はお使いに出かけました。私の大好きなアーティストベーカリーの塩パンが食べたいってずっと言ってたので、じゃあダッシュで買いに行ってくるわということで行ったんですけど、3時の時点でテイクアウトは15分待ちぐらいでした。パンは売り切れてたりはしなかったんですけど、私の大好きなガーリックがなくなってました。なのでプレーンのソフトとトリュフとチーズのなんかにしました。みんなでソウル駅で待ち合わせしたので、パンを買って急いでソウル駅に向かいます。無事に時間通り合流してパンを渡すことができました。この方たちも一般列車で空港まで向かうので、電車に放り込んで4日目は終了です。乗ってください。なんとまあびっくり、私姉が晴れ女なんですけど、帰った途端大雨です。ちょうどこの日から韓国は梅雨入りでした。大雨女の本領を発揮してしまいました。念のため持ってきてたリュック用のビニールカバーがあるんですけど、カバンが濡れるのが嫌だったのでキーリングごとかぶせて、予定は詰まっていたのでたくさん移動しました。この日も朝からカンナムで撮影があったので、カンナム駅の地下街にある分食屋さんで朝ごはんを軽く食べてから行きました。撮影が終わったので、梅雨の時期になったら行きたいなと思ってたカフェに向かいたいと思います。カンナム駅の一個隣にあるキョデ駅っていうところからちょっと歩いたところにある雨がモチーフになったカフェにやってきました。地下の席はこんな感じで年中雨が降ってます。私は撮影をしたかったので明るい1階に席を取りました。カフェのコンセプトもそうなんですけど、ここはデザートもドリンクもめっちゃこだわりが詰まってて、ソウル市のシンボルにヘチっていう真珠がいるんですけど、気候動向カードのキャラクターもヘチって言って、結構いろんなところで使われてるシンボルなんですけど、ここはヘチの形をしたデザートとかこのケーキとかがあって、ソウルでしか楽しめないようなカフェでした。ケーキの土台は韓国菓子のポン菓子みたいなのがあるじゃないですか。それが敷いてあって、中はハンラボンのコンフィが入ってました。最初抹茶かなと思ってたんですけど、抹茶の味は全然しませんでした。このドリンクも超美味しくて、ヘチラテっていうのを頼んだんですけど、超濃厚な黒ごまラテでした。時間があったらドリンクだけでも飲みに行きたいなってぐらい美味しかったです。オフィス街だからか席数はめっちゃ多かったんですけど、結構混んできたのでまたカンナムの方に戻ってきました。今回のメンテナンスは久しぶりにジュークリニックさんに行こうと思います。多分1年ぶりくらいだったと思います。このクリニックさんは本当にめちゃくちゃおすすめのクリニックさんです。韓国人の方がよくご家族で来られてるのを見るんですけど、私も一回母を連れてきたことがあって、家族とか友達とか大事な人に紹介できるようなクリニックさんです。親子で来てらっしゃる方も結構多くて、海外からのお客さんもちょくちょく見かけます。今回は私が急激に痩せたので、ほっぺたの苔とほうれい線がちょっと気になり始めて、久しぶりにジュベルックボリュームを受けました。前に一度ジュークリニックさんで売ってもらったことがあるんですけど、頬苔に入れるのは初めてでちょっとドキドキしてたんですけど、この顔の影の位置をちゃんと見ながらマーキングしてくださって超いい感じになりました。ただジュベルックボリュームは最近しこりになったっていうのをよく見かけるので、
でフィラーみたいに溶かせる手術じゃないので、ちょっと慎重にやった方がいいかもしれないです。私は全体的に少しずつ入れてもらいました。たくさん一気に入れすぎるのもしこりの原因になるみたいだったので、これでちょっと様子を見てから足りなくなってきたらフィラーとかに切り替えようかなと思ってます。本当は脂肪移植をしたいんですけど、やっぱり溶かせないので数年後に浮き出てきたりしたら嫌やなと思ってまだ躊躇してます。本当に少しずつ入れてもらったんですけど、影がなくなってびっくりしました。きっとフィラーも上手な先生だと思うので、またお願いしようと思います。そしていつも自由クリニックさんで受けてるほくろ除去をしました。私の動画を見て自由クリニックさんにほくろ除去をしに行ってくださった方が結構いっぱいいらっしゃったみたいで、なんと自由クリニックさんの方から私の視聴者さん向けにプレゼントを用意してくださってるみたいなので、心の動画を見ましたって言っていただいて、プレゼントをぜひ受け取って帰ってください。院長先生本当にありがとうございます。ほくろ除去とかシミ取りとかイボ除去もめっちゃ上手なクリニックさんなんですけど、高周波とかリフティング系の手術も得意とされてて、私当分高周波はお休みしてるので受けられなかったんですけど、ここのクリニックさんはどの先生でも機械の当て方が他のクリニックさんと全然違うので、ぜひ行ってみてください。多分満足度高いと思います。私のお母さんも前にインモードをここで受けたんですけど、他のクリニックと全然当て方が違ったっていう風に言ってたので、本当におすすめです。高周波手術が顔に受けられなかったのが悔しくて、ボディ温度を追加してもらいました。最近私ジムに通い始めまして、太もものムチっと感っていうかギュッと締まってる感じがしないので、一生懸命筋トレをしてるんですけど、なかなか脂肪が減らないということでボディ温度を受けてきました。ボディ温度全然痛くはないんですけど、暑さの限界まで当てるっていう感じなので熱とはなります。ただこれで引き締まるんだったら私は全然我慢できる暑さだなと思います。激変するわけではないので、こうやって自分で運動をしてもうちょっとギュッと引き締めたいなっていう方におすすめです。この週末にファンミーティングに行く予定だったので、ダウンタイムのあんまりないものを中心にやりたかったことを全部詰めてきました。そして美容をしっかり受けてたらお腹が空いてきたので、ホテルのあるミョンドンの方に向かいます。前にプサンに行った時の動画を見ていただいた方はご存知かなと思うんですけど、プサンのソミョンにあるカルグクス屋さんのネンカルグクスって言って、冷たいカルグクスがめっちゃ美味しくって、もともと冷やしうどんが本当に毎日でも食べられるぐらい大好きなんですけど、韓国は冷たいものといえば冷麺じゃないですか。ただ私冷麺があんまり好きじゃなくて、ミルミョンはめっちゃ好きなんですよ。冷麺の食感がそんなに好きじゃなくって、ソウルでなんかいいのないかなと思って探してたんですけど、ちょうどネイバーでネンカルグクスで検索して見つけた新しいお店のソリドンっていうカルグクス屋さんに行ってきました。お店の雰囲気もよくって、半分テラス席みたいな感じで窓を挟んでテーブルが設置してありました。とにかく雰囲気がめっちゃ良かったです。前回プサンで食べたネンカルグクスとはまたちょっと違う食べ物かなって感じの味だったんですけど、平壌冷麺のスープに似た感じでちょっと酸っぱめの味付けでした。そこにヤンニョムを自分で入れるんですけど、全部入れてくださいねって言われて結構な量が出てくるんですよ。で恐る恐る全部入れてみたらそんなに辛くなくて、むしろ旨味が増してめっちゃ美味しかったです。辛ラーメン食べれる方だったら全然大丈夫だと思います。マンドゥもたまに皮が硬かったり中がボソボソやったりするやつあるじゃないですか。ここのマンドゥは全然そんなことなくて、皮は結構薄めだったんですけど、中のお肉がしっとりしててニンニクが効いてて美味しかったです。カルグクス自体は讃岐うどんほど麺に弾力はないんですけど、でももちもちしててお腹にたまるような食感でした。冷たいつるっとしたものが食べたかったのでかなり満たされました。ただプサンで食べたネンカルグクスが忘れられないぐらい美味しかったので、どんどんソウルにもネンカルグクスが食べられるお店が増えていったらいいなと思います。
ちなみにモンチョンタッカルビっていうタッカルビ屋さんのレンカルグクスもめっちゃ美味しいです。ただそこのはタッカルビ屋さんなので単品で注文ができなくて、ぜひタッカルビも美味しいのでどちらも食べに行ってみてください。その後はお姉ちゃんが買いそびれた靴を私がお使いしに行きました。アディダスのこのシルバーの靴が欲しかったみたいなんですけど、私が持って帰る羽目になりました。さあ前半の Vlog はこんな感じなんですけど、いかがだったでしょうか。後半もなかなか濃い日を過ごしたので、また見ていただけると嬉しいです。では次の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。